なんて大嫌いなのだ。お顔も見たくないのだ。私だって。どうかしたの？お姉ちゃん、さっきね。今日の練習はここまでにしよっか。そうですね。何をしてるのだ。ずんだ虫さん、バンドの練習をしてたんだよ。私たち、世界一のロックバンドを目指してるんだ。なんてバンド名なのだ。チョコミントは、もはやチョコはいらない。ですよ。略してチョコナイだな。ねえ、このバンドってトランペットいる？そんなのやって何になるのだ。音楽って全然ご飯が食べられないって聞いたことがあるのだ。ご飯が食べられないのに、そんなのやって何になるのだ。お金じゃないんだよ。思いを伝えるためにやってるんだよ。そういうことじゃないのだ。僕が言いたいのは、ご飯が食べられないなら、そんなのやっても葵は。とにかく音楽なんてやめた方がいいのだ。どうしてそんなこと言うの？そんなこと急に言われたんだよ。ひどいと思わない？そうなんだ。でも、ご近所迷惑だからお家でやるのはやめてね。まったく、葵は僕が言いたいことを全然理解してくれないのだ。腹が立ったから高橋のトランペットに特大爆竹を詰め込んだのだ。でも、言葉って難しいのだ。僕が考えてることを全部伝えられたらきっと理解してもらえたのだ。僕の考えを全部簡単に伝えられる。そんな便利な言葉、どこかに落ちてないのだ。のだ。ナキがこんなところで一人でいたら危ないぞ。なあリシャよ、俺たちがいいところに連れて行ってやるよ。なあオトジェよ。のだ。怖い人たちなのだ。お菓子とジュースもたくさんあるぞ。知らない人に切って言ったらいけないのだ。ここまで来れば安心なのだ。でもお菓子はちょっとだけ食べたかったのだ。のだ。言葉屋さん。なんかキラキラしててふわふわしたところなのだ。のだ。もしかしてお菓子なのだ。お菓子じゃないのだ。文字みたいなのだ。これはなんて読むのだ。お気に召しましたかな。のだ。痛いのだ。おやおや、ちょいと失礼しますよ。ぬあリム。のだ。お怪我が治ったのだ。何をしたのだ。ただ怪我が治る言葉を言っただけです。怪我が治る言葉、よくわからないけどありがとうなのだ。礼はいりません。ただ私のことは化け物とお呼びください。化け物さんなのだ。はい、化け物、畜生、このゴミ虫めと。化け物さんにするのだ。そんなことよりあなた言葉に困っているのでしょう。のだ。そうなのだ。僕が言ってることを葵が全然理解してくれなくて、僕は困ってたのだ。さようでございますか。だから僕の考えてることを全部伝えられる、そんな便利な言葉が欲しいのだ。考えてることをすべて伝えられる言葉でよろしいでしょうか。そうなのだ。ではこちらはいかがでしょう。なんて読むのだ。アズフーンガヌと読みます。難しすぎるのだ。アズフーンガヌでも伝えられるでしょアズフーンガヌ。う。ではこちらでよろしいですかな。でも僕お金持ってないのだ。お代は結構でございます。のだ。その代わりにあなたの言葉を頂戴いたします。こちらの言葉をお渡しする対価はあなたの持つすべての言葉でよろしいでしょう。でもそしたら僕は何にも喋れなくなっちゃうのだ。あなたは自分が思ったことを相手に伝えたいのですよね。であればアズフーンガヌさえあればあなたの望みは叶うかと。でも初めてのお客様ですので特別にこのおまけもお付けいたしますよ。これはなんて読むのだ。ザーコザーコです。ザーコザーコなのだ。もっと小バカにした感じで。ザーコザーコ。いいですね。もう一度言っていただけますか。もう分かったからいいのだ。ちなみにこちらはこの言葉を知っている相手にのみ自分のイメージを直接伝えられる言葉になります。そうなのだ。でもおまけがあるのはとってもお得なのだ。では交渉成立ということでよろしいですかな。よろしいのだ。またのご来店をお待ちしております。
ダムスさん、お話があるって。ふっふっふ。5分。アズフーンガヌなのだ。これで僕の思ってることは全部伝わったはずなのだ。万事解決なのだ。なるほどね。分かってくれたのだ。わかったよ。それならよかったのだ。それじゃあ。つまり私がやってることは、やっぱり全部、無駄だって言いたいんでしょ。改めて言いたいことがあるって言うから、謝ってくれるのかと思ったのに、どうしてそんな風に言われなくちゃいけないの？おかしいのだ。僕の思ったことは全部伝えられたはずなのだ。それなのにどうして葵は泣いてるのだ。何か言わなきゃなのだ。何よ。まだ何か言いたいことがあるなら言えばいいじゃない。さあこじゃあこ。おや、どうかされましたか？アズフーンガヌなのだ。アズフーンガヌなのだ。なるほど、そういうことでしたか。のだ。私はあなたが考えていることを正確に伝える言葉を求めていると思っておりました。しかし、あなたが本当に求めていたのは伝える言葉ではなく、伝わる言葉だったのではありませんか。アズフーンガヌなのだ。伝えると伝わるの違いですか。そうですね。では、例え話をしましょう。あなたの好物は何ですか？さあこじゃあこ。ずんだ餅ですね。ではそのずんだ餅を食べようとしたとき、ご友人にこう言われたらどう思いますか？ずんだ餅には多くの糖質が含まれています。食べ過ぎると太るし、体にも悪いです。なのでずんだ餅を食べることを控えてください。さあこじゃあこ。なるほど。ではこれならばどうでしょずんだ餅を好きなのはすごくわかるよ。でもさ、食べ過ぎると体を壊しちゃうかもしれないんだ。そうしたら好きなずんだ餅も食べられなくなっちゃうでしょ。だから、ちょっとだけ気をつけてほしいんだ。高橋ん。う？どう思いましたか？さあこじゃあこ。心配してもらえて嬉しかったのですね。ではあなたにはどちらの言葉が伝わりましたか？のだ。アズフーンガヌなのだ。どちらもずんだ餅を食べ過ぎるなという意味ですが、後の言葉はあなたに伝わるように考えられています。しかし最初の言葉は、ただ伝えたいことを伝えただけです。あなたが求めていたのは、どちらの言葉だったのでしょうか？アズフーンガヌなのだ。やはり、そうでしたか。アズフーンガヌなのだ。そういうことです。申し訳ございません。あいにくうちにも伝わる言葉は置いておりません。長いことこの仕事をしておりますが、伝わる言葉というのは、アズフーンガヌなのだ。もちろん言葉の返品は可能でございます。アズフーンガヌなのだ。ですが、ただというわけには参りません。のだ。認識の相違があったとはいえ、こちらも商売でやらせていただいておりますゆえ、返品手数料として、それ相応の対価を頂戴いたします。アズフーンガヌなのだ。それは、それで僕は、葵の気持ちを全然考えられてなかったのだ。うまく言えないけど、きっと僕の言葉は葵のことを傷つけたのだ。だから、ごめんなさいなのだ。本当にそう思ってる？本当なのだ。僕が悪かったのだ。そっか。私の方こそごめんね。あんなにムキになって。そうだ、今度ずんだ虫さんも一緒にやろうよ。僕もやってもいいのだ。もちろんだよ。そうすればきっとずんだ虫さんも音楽の楽しさがわかるよ。葵。二人とも、今日はファミレスに行こうか。ファミレスなのだ。やったー。お姉ちゃんは何食べるの？エビフライ定食といちごパフェセット。そればっかりだね。葵はチョコミントアイスとエビフライ定食といちごパフェセットを食べてるお姉ちゃん。そればっかりだね。ずんだ虫さんは？その対価は、言い訳の言葉です。アズフーンガヌなのだ。このまま言葉をお返ししても、あなたの伝えるべき言葉は言い訳の裏側に隠れてしまうかもしれません。それならいっそのこと、その隠れ場所を捨ててみてはいかがでしょうか。しばらく言い訳ができなくなるだけです。今回は少々手違いもございましたので、アズフーンガヌも少しの間使えるようにしておきましょう。
いかがですかな。どうしたのズンダムスさん。大切なのは心に伝わることなのだ。自分が伝えたいことだけじゃいけないのだ。どういうこと？のだ。あ、そうなのだ。アズフどうしたの？なんでもないのだ。大切なのは心に伝わること。なるほど。言葉屋はあなた方が望む限りいつでもどこでも出張いたします。しかしお忘れにならないでください。本当に伝わることを願うのであれば言葉に頼るのではなく、言葉を紡ぐあなた自身がどうあるか考えることが大切でございます。それでももしまた言葉を求めることがあれば、その時はどうかごひいきに。ちなみに私が好きなものは言葉攻めで、最近のマイブームはメスガキで、その素晴らしさたる。みんな、今日は私たちのライブに来てくれてありがとう。精一杯頑張るから、よかったら最後まで聞いていってね。僕もいっぱい練習したのだ。うち初めてライブ見る。ボーカンさんたちは？俺たちも初めてだぜ。なあ、アリシャよ。そうだな、音じゃよ。高橋さん、ラッパの調子はどうですか？なんか最近うまく音が出ないって言ってたよな。燃えてきたぜーベイベー。大丈夫そうだな。音楽は伝えるように奏でるんじゃない。大切なのは伝えることじゃなくて伝わることなんだ。それじゃあ聞いてください。愛しのホットチョコミントアイスカクテルラテ。高橋さん、忘れてたのだ。この後ズンダモンは言い訳せずに素直に謝ることしかできませんでしたとさ。